こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さあ今日の動画は先生術と少し違うお話をさせていただきます。でもとっても大事なお話ですので、ぜひ最後までご覧ください。簡単に言うと、夢を叶えている人、人生なぜかサクサクうまくいく人たちを私はたくさん見てきています。2万件個人セッションをさせていただいているので、そういう方たちの共通点というのを知っていて、それは3つの秘密があるよということなので、皆さんもこの3つやってみればどうですかという、そういうお話になりますので、ぜひ最後までご覧ください。そしてこの動画にたどり着いていただいてありがとうございます。素敵なご縁に感謝をいたします。ぜひまだの方はチャンネル登録をお願いします。そして、コメントやいいねボタンなど本当に喜びます。していただきましたら嬉しいです。さあ、私はですね、オーストラリア・シドニーでこのクリスタルショップも実店舗として経営しつつ、ここではスピリアルアカデミーという名前で11年前に実はこのスピリアルアカデミーガイアハウスというものをちゃんと実店舗を構えてオープンしました。で、今ここは3軒目で、ちょうど3軒目がこの間オープンしたところなんですけれども、実はその11年前にその頃スピリアルという、言葉で登録商標をそこで取ろうとしたんですけれども、スピリチュアルとほとんど同じということで登録商標は取れなかったんですね。それでガイアハウスとか、今やってるセプタグラムとか感情デトックスとかいくつか私は日本で登録商標の、を持ってるんですけれども、そういうものは取ったんですけど、でもこのスピリアルは取れなかったし、取ろうと思ったら取れないのかもしれないですけれども、そんな簡単に取れないんだったらまあいいかと思ったんですね。で、そもそも見えない世界を知ることが見える世界で幸せに生きるために必要。っていうことを提唱するためにスピリアルっていう言葉を使っていたんですけど、私以外にもこの言葉を使っている方もたくさんいるし、同じ思いでいる方もいっぱいいるものですから、もちろんみんなで使っていく言葉で、そんなね、登録商標を取る必要はなかったなと今から思うと納得しています。そしてそれから11年オープンしてから、スピリアルに生きる人たち、そのスピリアルで生きることで夢を実際に叶えている人たちは、やっぱりどんどん増えているな、私の周りでは、という実感があります。で、今は実際は自営業難民が急増していると言われていて、インスタグラムとかがあるので、自営業もしやすく、宣伝はね、しやすくなっているという思いから、そう起業する人は増えてるんです。で、そのためのリールの投稿とか、コンテンツ作りとか、その技術的なことを教えるクラスに投資している方も多いと思うんですね。で、それも別に悪くはない。で、そこでテクニックを磨いているわけですが、誰もが成功しているわけではないというのが事実としてあります。で、それぞれみんな強みがあって、才能があって、使命もあって、夢もある。で、そして提供しようとしているコンテンツやサービスもみんな本当素晴らしいんです。しかも毎日コツコツ努力もしてます。でも実際にその計画や目標がサクサク叶っていく人とそうでない人がいるのも事実。サクサク叶う人は何をやってもどんなコンテンツでもうまくいく。内容が素晴らしくてもうまくいかない人がいるというわけです。で、それは私が個人セッションを提供したり、クラスを提供していて、成功者の方たちがたくさんいて、その共通点を分析していくと、もう確実に明確になってきたことがあるんですね、この11年で。で、それは成功して幸せな人生を歩むためには、3つの必要な要素があるということです。もっとあるっちゃありますけど、そう全部1個ずつってなるともうやる気も失せます。一番大事な3つを把握しようということであれば、今日から頑張るぞという気になりますよね。本当に大事なのはこの3つです。自営業でしっかり生計を立てている人と、何年も趣味程度にしか展開できない人とのこの差っていうのは、ほぼこの3つのところにあるんじゃないかなということなんです。
で、その前に、ちょっとこの3つの前に、やはり私は占星術師で、ここにはチャンネル登録していただいている方のほとんどは、ずっと私が出している占星術の、動画のファンでいてくださっているのではないかと思うんですが、この占星術的な角度から言うと、うまく進まない人は、簡単に言うと、まず持って生まれたバースチャートの星が活かせていないです。で、このバースチャートにある星の位置、角度、アスペクトは、あなたが幸せになるための道しるべなわけですが、いや、水星使わないものは終わっちゃったり、火星はこの小惑星と共同して使うとあなたの人生うまくいくことになってんのに、この小惑星の存在忘れてたじゃんとか、結構もったいない人は多いんですね。ですから、やっぱりバースチャートに対してのトランジット、ソーラーアークとかね、セカンダリープログレスとか、自分自身の今のバイオリズムなどひっくるめて、そのホロスコープを見て、その人が今一番何をすれば効率よく幸せになれるのか、その道が書かれているわけですから、ぜひそれは利用してほしいと思います。フォロー、いつも言いますけど、フォローは時間、スコープは時間を見るということで、ホロスコープっていうのは何をどのタイミングでやれば最善なのかっていう、ね、あるいは何をやらない方が今いいのかっていう、宇宙がお膳立てしてくれているベストなタイミングを教えてくれる成功のポイントなんですね。だからこれ大事。ちょっと前回もどっかでお話ししましたけど、先日もう本当ミリオネアっていう自他ともに認める成功というかもう大金持ちの方のセッションをさせていただいたんですけど、ご自身は先生術は読めないので私のところにセッションを、申し込んでいただくんですけれども、彼の場合は仕事の計画、人生設計、プライベートの計画も全部先生術のベストなタイミングで過去にも行動をされています。その人の人生の大きな計画っていうのはバースチャートから計算していくと分かるようになっている。だから先生術は必要だと私は思っている。これは宇宙との契約書のようなものなので見といた方がいい。この流れに沿って動くことが宇宙があなたを信頼してサポートしてくれるという。だから動いている人がやっぱりサポートされているという理由の一つです。ですから、まず前提として自分の星とタイミングを知ることが大事ですよっていう先生術師的な見解を述べた上で、それだけじゃない。もうここまでは多分先生術に興味がある皆さんは気づいて実践されていると思うんですが、ここから私が提供しているもう一つのライフワーク、マニフェステーション実現プロジェクト、セプタグラムソウルジャーニーコーチング講座でお伝えしている内容なんですが、願望実現、マニフェステーション、英語で言う。これに欠かせない3つの条件がある。これを今から言います。メモらなくてもいいですね。まあ、聞くだけでいいです。1番、夢を叶える周波数に自分自身を上げておくことです。周波数が大事。2番、潜在意識が大事。潜在意識でポジティブなことを表現すると、それがやってくるよっていう引き寄せの法則じゃなくて、潜在意識に入っているものがあなたの人生の現実として反映されているよっていうことに気づく。そうすると、成功しているあなたが潜在意識に入っていないと、成功はしないということになるっていうことに気づく。だからつまり潜在意識に成功しているあなたというものを上書きするということ。これは2番目に絶対大事なことです。そして3つ目は、宇宙に届ける夢の横断フォームのルールに従った夢の設定をすることです。この3つはもう必須。どれかが欠けているから素晴らしい才能なのに伸びてない人がいるとしたらもったいないです。で、これ別動画でまたいろんな内容を個別にもうちょっと具体的にお話しするようなことも今後もやっていこうかと思ってるんですけど、今日はまずこの3つのプロセスが夢を叶えるために必須であるということを覚えてください。で、せっかくなのでちょっと簡単にでも説明してみたいと思います。実はね、集客できないのは投稿の仕方が悪いからとか、収入が伸びないのは私の力不足とか、もっと努力が必要なのねとか、他の人には人が集まるのに、私のはコンテンツに魅力がないなっていうふうに思い込むし、思い込まさせられるし、そのようにしてこの世の中のいろんなビジネスも成り立っていますから。そうやって思って改善のためにそこに時間とお金をたっぷり使って同じ場所にでも何年も居続けているっていう人は本当に多くてもったいない。
なんで、ちょっと今日は、そこはもう十分やったことにしましょう。やったあなたを見つめましょう。認めてあげましょう。そこはもうやった。そこじゃなくて、じゃあ、周波数を上げるっていうことにちょっと今度は時間を費やしてみるかっていうだけでも、人生の景色っていうのはかなり変わってきます。これが今日、こう皆さんにこう、ね、気づいていただきたいことなんです。これまで一度も人生の中で周波数を上げようっていうことを意識せずに来た人がこの中にいたら、それは動かないのはそれが原因です。なんで、これを上げればいいだけです。で、周波数を上げるっていうことに対しては、他の動画でも私の中でいっぱい話してます。こういうことすると上がるよね、みたいなことをずっと話してるので、そちらの方もね、振り返っていただくといいんですけれども、例えば、一番最近上げた動画では、3つの波動を下げる日常の行動、これをお話ししてます。で、この3つの日常の行動、日常だからほとんどの人が多分やってるんです。だから、それをやめるだけでも周波数は上がり始めます。下げる行動をやらないっていうのが、まず上げるために必要なことです。これも努力してても、下げることを一緒にやってたら、2歩進んで3歩下がるような感じで、どんどん波動がこう、ね、落ちていってしまいますから、こういうちょっと動画見て、今日からやめてみるとかいうことをやってみるとか、あと、関わる人間関係で周波数下がってる人も多いんですね。何か言動が誰かへの恨みとか、社会への恨みとか、なんか誰かのせい、これやったからこの人のなんとかでっていうマインドを持っている人の近くにいる、関わっていると、すごく周波数が下がるので、そういう人間関係を断っていくというのも、上げるコツだったりしますね。あとは自分でできることだったら、今足りてないものがあるって感じていたとしても、何らかはみんなあるじゃないですか。自分の子供可愛い子だな、でもね、もうちょっとお勉強ができたらなとか、素敵な家なんだけどね、もうちょっと便利な場所だったらねとか、足りてないところに意識が向いている人は、周波数が低い人ですね。そういうのが感じたときに、パッと書き消して、いや、足りてるものがいっぱいあるじゃないっていう、駅近じゃないけど広いでしょとか、ね、自分が持っているものの方に意識を向ける習慣をする。つまり100%いつも感謝をする。これが周波数を上げるコツです。3つの動画のところでも話してるんですけれども、これとても大事です。成功している人たちは本当にこれです。これ足りてないからここ頑張りますなんていう思考を持ってなくて、もう今すっごい十分感謝してるんですけどねって言って頑張ってるだけ。だからもっともっと与えられていくんですね。これをちょっとやってみるといいです。あと一番効率的なのはやっぱりさっき言ったようにネガティブな人と付き合うと周波数が下がるんだから、一番早く上がるのは周波数が高い、すでに高い人たちのグループに入るとか、そういう人たちと積極的に関わるとか、もうオンラインでもいいんですよ。そういう人たちと毎日コメントで交流をするとか、交流をすることで、その人の高い波動のお裾分けがもらえるわけ。だから実際に私もそのようにしてあげてきたし、自分一人で頑張るよりもお裾分けもらった方がいいから。そうすると自分もそのお裾分けできるようになってるから、いつも本当にコメントいただいたり、関わってきてくださる方、SNS でみんなでその高いもの同士でやり合いっこして、どん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 上に上がっていくっていうことは起こってます。でやっぱりそこに行くのも勇気がいるんだけれども、その勇気がいるっていうことはやっぱり自分の波動がまだ上がっていなかったりするんですよね。だから、卵が先かみたいになりますけど、波動を上げるためにはそこを自分から積極的に高いところに、はい、仲間入りしていくということはとてもおすすめです。それから潜在意識の2番目、これは潜在意識って通常私たち人間が生きているうちにはアクセスできないことになっている領域なので、どうしようもないわけです。どうかしたくても。宇宙の領域ですから、潜在意識に入っていって無理やり書き換えるってことはこういう禁断の、ね、できないことなんですけど、上書きはできるんです。上から違うものを載せていくと、だん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 元あったものが薄まっていきますね。私はインスタグラムで出している動画で、とてもこれが潜在意識書き換えの
時に見るとうまくいきますっていうのがあるので、ぜひちょっとインスタの方でその動画を見るだけで上書き作業が進みます。もちろん無料で見れますので。この濁った水が入ってて、これを持ち上げることは私たちはできないから、中に入って、上からきれいな水を注ぎ続けると、中身はだんだん変わっていくでしょっていう、これをやってください。なぜか人生がうまくいく人たちの潜在意識には、私の人生は美しいとか、私の人生は素晴らしいとか、私は全てサクサクうまくいく人だっていうものが入ってるんです。その意識とかビジョンが。逆にうまくいかない人はいくら潜在意識ではポジティブ連発して私は夢を叶える人ですとかやってますよ、振る舞ってますけど、実際潜在意識では根強く残っている影があって、あの人が成功しても私はきっととかどうせとかまたうまくいかないんだっていう意識が入っているので、うまくいかない現実がやってきてる。引き寄せの法則って潜在意識じゃなくて、言葉だけポジティブにしてもどうしようもなくて、潜在意識を変えていかなきゃいけないんです。で、変えれないから上書きするしかない。潜在意識っていうのが 95%、潜在意識は 5%。この世の中はもう科学でダークマター 95%、見えないものが 95%、みんな知ってます。こっちの力の方が強いんです。現実を決定する力は見えてないところにある。潜在意識にある。だから潜在意識を上書きするワークが必要。これは人によって時間がかかりますけれども、自分自身で小さな成功体験を積み重ねていくことが上書き作業につながります。そうすると自分自身の輝く姿を潜在意識レベルでだんだん、これが成功したんだからもうちょっと成功するかもっていうふうにね、上書きをしていくことができる。で、これも最も効率が良いのは、一人じゃなくて上書きするエネルギーを他からも注いでもらうのがいい。あなたってできるよね、あなたの可能性私信じるわって言ってくれるようなメンター、友達、仲間と関わることです。あなたの可能性を信じるポジティブな言葉を他からももらった方が上書き作業は早く進みます。だからやっぱりそういうグループに所属してみるというのがおすすめです。で、最後の3はですね、これ控えめな方の多い日本人はとても苦手な人が多いなと思います。私なんかシドニーに住んでると、もう今経済、トップの町になっておりますが、確かにですね、これも中国経済がすごくて、そのお金持ちの単位が違いまして、中国の方が4億円ぐらいの家をキャッシュでこうポーンとこう買われていくんですね。どうしてそこにお金が。で、これですね、本当に宇宙のオーダーフォーム、すごい上手に使われているというふうに感じます。宇宙に提出する夢のオーダーフォームというのがあるんです。で、皆さんもこれまで、今日までいろんな申し込みフォーム提出してきたでしょ。なんかのメンバーシップだろうが何だろうが、アマゾンだろうが何だろうが、ちゃんと向こうが言っているところを書かないと、抜けている箇所があったら、サブミットできない、送られませんでしたとかなるでしょ。だから、オーダーフォームって受け取る側が用意したフォームの形式に沿っていなければ、そのフォーム自体が受け付けてもらえないんですよ。多くの人が自分では夢を設定して宇宙にオーダーを投げかけたつもりですけど、その5年前に出したやつ、実はまだ宇宙に届いてない。フォームの形式が間違ってるから跳ね返ってるんです。間違った例、自宅サロンを開いて自営業で生計を立てたい。いずれハワイに永住したいとか。こういう夢の設定ではフォームの形式に全く合ってないんで、多分跳ね返ってきて、皆さんは通ったと思ってるけどまだ届いてもいないんで、だから夢が叶っていない原因は届いてないからっていうことになります。宇宙がアクセプトするフォームには、あなたの夢のゴール地点のシーンが書かれていないといけない。ハッピーエンドの連続ドラマの最終話、10話のエンドロールが流れる最後のシーンです。これが夢のオーダーフォーム。あなたがそのシーンを撮影する監督だとして、プロデューサーから自宅サロンを開いて、自営業で設計を立てているシーンっていうのをもらっただけでワンシーン作れますか？作れないですよね。そこにいる他の出演者はどんな状況？その人たちの表情は、あなた自身のセリフは、そしてあなたがそのセリフを言うときに、どんな感情で、どんな思いを込めて、そのセリフを言わせるのっていうのを受け取らないと作れないでしょ。そういうことです。
なので、ミリオネアの方に限らずに、自分の好きなことで、得意なことで、社会に貢献していることによって、経済的にも精神的にも豊かに生きているっていう方、それがやっぱりこう目指す先だと思うんですけど、そういう方はこのハッピーエンドのワンシーンが撮影宇宙ができるようにちゃんと夢のオーダーフォームに書いてます。この時の私の感情、どんな表情でっていうことです。ということで、今日から今言った3つ、プラス先生術で自分の星を把握するっていうことを心がけてみてください。この心がけるだけでも結構現実って変わってくるんです。私もその瞬間がありました。こういうこと全然知らないで一生懸命勉強だけしていた時は物事が動かなかったけど、こういうことをある時こう知って、そうなんだ。知らなかったな、それって素直に受け取って、じゃあちょっとそっち意識してみよう。そこから人生が変わってます。これからもこうした内容もね、動画に出していくので、ぜひご覧ください。リクエストもお待ちしています。そして今これ言ったことですね。それが私は結局これが大事だと気づいてから自分自身で2つの講座を夢実現のために提供しております。その1つがセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座。これは今言ったような脳の仕組みとか潜在意識を書き換えたりする、そういう夢のオーダーフォームの設定の仕方とか、全部一つ一つ講座で学べます。15時間の動画受講が主で、そこからプラス私と2日間のオンラインレクチャーがあるものです。もう一つが幸せ革命マニフェステーション実現プロジェクトというもので、これは YouTube じゃなくて、いつも分かんなくなっちゃう。Facebook 上にオンラインサロンがあって、そこに2ヶ月入っていただいて、そこにそのポジティブなシャワーがあるわけですね。そこにいる人たちと、周波数を上げるためのタスクを1週間に1個ずつこれやってくださいっていうのを皆さんにやってもらって2ヶ月でね、14、2ヶ月でだから、7回なんですけど、結局7個のタスクをやることによって、気がついたら周波数上がってるやん。潜在意識も上書きされてるやん。っていう状態になる。で、伴走していくものです。こういったものもやってます。その前にまずは個人セッションに来ていただいてというステップにはなるんですけれども、個人セッション、コーチング講座、マニフェステーション術、そしてできればこのセプタグラムのカードのリーディングのプラクティショナー資格クラスっていうものもありまして、こういうコースで幸せになっていってくださる方がいればいいなと思ってますが、ここは私の宣伝でした。最後のところはね。でも今私が言ったことをご自身でもできる範囲でぜひやってみてください。最後にせっかくなのでこの宇宙からやってきた奇跡のメソッド、もうこのカードのメッセージに従っていくといいことばっかりですので、1枚今回カイロンですね、小惑星ですね、先生、小惑星というか準惑星のカードが出ました。これは今まで頑張ったんだけどダメだったりうまくいかなくて傷ついてきたので諦めてしまってるよっていう人に向けて、じゃ傷ついて経験したからダメなんじゃなくて、だから次はうまくいくよってことです。そこで経験したんで、あなたは一歩成長しているよ。だから1回の失敗や1回うまくいかなかったぐらいで諦めないでというメッセージです。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。みんなで夢を叶えていきましょう。